皆さん、こんにちは。今日はね、タラッリ、イタリアの南の、パンの仲間、お菓子、つまみとも言えるタラッリをご紹介しようと思います。じゃあ、いつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。はい、やっぱり、タラッリといえば、プリアの名物を思い浮かべるんですけど、イタリアの南でどこでも作られている。で、プリアのタラッリって言ったらオリエクストラベルジュネドオリーバを使わないといけないんですけど、今日は私の生まれた場所カラブリア風のタラッリをご紹介しようと思っているので、オリエクストラベルジュネドオリーバの代わりにストゥルットを使います。多分これイタリアの食文化に基づいているんですけど、なぜオリエクストラベルジュネドオリーバの代わりにストゥルットを使うかというと、昔はね、多分カラビア人だけじゃなくて、そのオリエクストラベルジュネドオリーバ高級すぎて、高すぎて、それを売ってもっと必要なものを買うことが多かった。例えば小麦粉とか豆などね。で、しかし、ストゥルットはおのおのの家族で豚肉を買ったことが多かったから、その余った油捨てずにオリエクストラベルジュネドオリーバ例えばね、ミネストローネ、ラグー、ソースなどを作るとき、オリエクストラベルジュネドオリーバの代わりに使うことが多かった。さっと食材をご紹介します。アプリティコとストゥルットと塩、白ワインと、これ別に入れても入れなくてもいい。これ野生のフェンネルなんですけど、よかったらごまとか唐辛子、他のコンシーリオなどを入れても構いません。はい、作り方本当に簡単。イーストも入ってないから発酵の時間もないし、すぐ出来上がる。まずに塩を入れて、コンシーリオも一気に入れて、ストゥルット入れて混ぜましょう。タラッリの特徴は食感です。カリカリじゃなくてザクザクでホロホロしてる生地の食感なので、やっぱりオリエクストラベルジュネドオリーバよりストゥルットを使ったらより一層ホロホロに仕上げられる。ストゥルット混ぜたら一気に白ワインに入れて、こねるかというよりただ混ぜたらもう大丈夫です。なぜかというと、こねればこねるほどでんぷんが強くなってザクザクがなくなります。もういい。時間で言ったら3分ぐらいかな。で、10分寝かして形を作りましょう。だいたい10分経ったら綿棒みたいなのでお酢をしてこのぐらいでいいかな。もうちょっとちっちゃくした方がいいかな。いい、このぐらいでいい。大きさは何でもいいんですけど、分厚さはなるべく同じにした方がいい。なぜかというと、焼くときはね、均一に焼けないからです。はい、タラッリできたら、しっかり沸騰してるお湯につけて、浮かんだら水切ってオーブンで焼きましょう。はい、じゃあ焼きましょう。これからの木曜は、湿気を、水分を抜くことなので、約50度で、だいたい30分裏返して、あと30分
焼いた方がいい。まあいつも言ってるんですけど、時間より様子見た方がいい。今日も完成です。ボナペティート。おすすめはサラミか生ハムと一緒に食べることです。食感はね、最高。ホロホロでザクザクなんですけど、やっぱりオリエクストラベルジンのオリーブを使ったらもっと上品な味がする。で、やっぱりなんか、まあそうですね、美味しい。なんか足りない。ザクザクタラリーネ。